こんにちは。今日は落ち着いた色の糸を使って秋に使いやすいトートバッグを作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はセリアさんのソロフィム。カラーナンバーは9番。アクリルで 35g、105メートル。使用かぎ針の目安は4から5。これを今回2本一緒にして8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。2本の糸を一緒にして鎖を編んでいきます。私は鎖を32編んでスタートします。サイズの変更をする場合は3の倍数プラス2で調節します。例えば26、29、32、35、38。こんな感じで調節します。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数まで鎖を編んでいきます。鎖編みが終わりました。次はこの周りを細編みで一周します。その時、この端の鎖に細編み3つ、この鎖に細編みを3つ、これが端の鎖、こっちの端の鎖にも細編み3つ、これで楕円形にします。3つあるうちの真ん中からスタートします。ここから細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、これが1つ目の細編み。マーカーをつけます。同じところにもう一つ、これで1つに2つ、この部分ができました。次からはまっすぐ編んでいきます。1つに1つずつ、端では細編み3つ、ここまで編んでいきます。この手前まで、端の鎖の手前まで来ました。端の鎖には細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにはこの糸端を向こうに寄せておきます。この状態で2つ目の細編み、次は3つ目、同じところに3つ目。今度はこの糸端を手前に持ってきます。3つ目の細編み、これで1つに3つ、次から1つずつ、まずこの3つ入れた隣からこの糸端は編みくるんでいきます。このまま1つに1つずつ編んでいきます。ここまで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。この1つ目の細編みの入っているところ、ここが最後の鎖。ここにもう一つ細編みをします。こっちで見ると
この部分、ここに最後の細編みをします。これでこの端に細編み3つ、こっちも3つで楕円形になりました。1つ目の細編みに引き抜きます。で、今引き抜くところ、この引き抜いた糸にマーカーをつけます。できればさっきと違う色。ここは細編みで、ここは細編みではなくて引き抜いた糸。細編みではないのでマーカーをつけました。次は2周目。2周目は今編んだこの細編み、それぞれに2つ細編みをします。こっちにも2つ。1周編んで最後の細編みにも2つ。これが2周目。鎖1つ。根元に細編み。ここに2つ。1、同じところにもう1つ。これで1つに2つ。次も1つに2つ。1、2。これで4つになりました。次からは1つずつ。まっすぐ編んでいきます。このまま反対側まで編んでいきます。で、この部分、ここはさっき端に細編み3つ編みました。そのそれぞれに2つ、2つ、2つと編んでいきます。この端の鎖に1、2、3、これに2つずつ。これでスタートしたところまで編んでいきます。この手前まで編んでいきます。2周目を編んできました。マーカーの手前は最後の細編み。最後の細編みに細編み2つ。まず1つ目。同じところにもう1つ。これがこの部分。1つ目の細編みに引き抜きます。ここは編まないで1つ目の細編み。引き抜いて、これで2周目が終わりました。今引き抜いた糸にまたマーカーをつけておきます。次は3周目。3周目は今編んだこの2つ。このどちらかを2つにして全部で3つにします。1、2、3。次も1、2、3。こっちも同じ。で、どっちを2つにしても大丈夫です。これで1、2、3。全部3つにします。で、1周編んで最後もこの2つを3つにします。これが3周目。で、ここからスタートします。鎖1つ。根元に細編み。1、同じところにもう一つ。これで1、2、3、3つになりました。次もこの2つを3つにします。これで3つと3つでカーブができました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。
このまま同じように編んでいきます。この端でもこの2つを3つにします。次も2つを3つにします。次も同じ。これで一周して、このスタートしたところの近く、このマーカーの手前の手前まで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。このマーカーの手前2つを3つにします。どちらかを2つにします。1、2、これで3つになりました。でここには編まないで、1つ目の細編み引き抜きます。引き抜いた糸にマーカーをつけます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目は今作ったこの3つ、これを4つにします。例えばこれで1、2、3、4、4つになっています。次もこの3つを4つにします。1、2、3、4、4つ。こっちも同じ。3つを4つにします。この順番はどっちがっていても大丈夫です。1周編んで、これが4周目。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次を2つにします。2、1つ、これで4つになりました。次もこの3つを4つにします。次からはまっすぐ反対側まで編んでいきます。でまたこの3つを4つにします。次もで同じように1周します。ここまで戻ってきます。4周目の終わりまで来ました。この3つを4つにします。1、2、次を1つにして、これで4つになりました。ここには編まないで、1つ目の細編みに引き抜きます。これで4周目が終わりました。次は5周目。今引き抜いたところにマーカー。5周目はこれを5個にします。今1、2、3、4、これを5個にします。例えばここを2つにして1、2、3、4、5。次もこの4つを5個にします。こっちも同じ。1周編んでここまで編んでいきます。5周目を編んでいきます。鎖1つ、細編み、次も細編み1つ、次も1つ、次を2つにします。1、2、これで1、2、3、4、5、5個になりました。
次またこの4つをここにします。これでカーブができました。こちら側でも同じようにカーブを作ります。ここまで戻ってきます。5周目の終わりまで来ました。この4つを5つにします。で、ここには編まないで1つ目の細編みに引き抜きます。これで底が出来上がりました。サイズは30センチと縦は7センチ、これぐらいのサイズになりました。次は側面を編んでいきます。側面の1周目、まず鎖2つ、1、2、次は未完成の長編み、足元1つ飛ばして2つ目、未完成の長編み、この2本から引き抜きます。これを一度に引き抜いて三角ができました。今引き抜いた糸にマーカー、鎖2つ、1、2、この部分はきつくならないように編んでいきます。この三角の部分も鎖もきつくならないようにします。また三角を作ります。すぐ隣、ここに未完成の長編み、2本から引き抜きます。次は足元1つ飛ばして2つ目、1、2、また未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで三角ができました。これを続けます。鎖2つ、1、2で三角、鎖、三角、鎖2つ、これで一周します。三角を編んで一周しました。最後の三角の後、鎖2つ、マーカーのところに引き抜きます。これでつながりました。次は2周目。2周目はこの三角の中から糸を出します。なのでこのまま三角の中、糸を出してこれをかぶせます。これで三角から糸が出ました。このまま鎖4つ、1、2、3、4、三角の中に長編み1つ、これで V ができました。次も三角に V を作ります。
三角の中にかぎ針を入れて V、 長編み、鎖、長編み、これで V ができました。次も同じ三角に V、 これで一周します。 V で一周しました。最初の鎖の下から1、2、3、3つ目に引き抜きます。この上が2本で下が1本の位置、引き抜いてつながりました。次はこの中に長編み3つ、 V の中からスタートします。なのでこのまま V の中、糸を出してこれをかぶせます。これで V から糸が出ました。ここから鎖3つ、1、2、3で V に長編み2つ、1、2、次の V に長編み3つ、次も長編み3つ、次も3つ、これで一周します。長編み3つ編んできました。最初の鎖の1、2、3、ここに引き抜きます。これでつながりました。次は4周目、鎖1つ、細編みをします。根元に細編み1つ、次はこの長編みの上、次も全部一つに一つの細編みをします。これで一周します。細編みで一周しました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は5周目。5周目はここと同じです。三角を作ります。さっきと同じように鎖2つ、足元1つ飛ばして2つ目、三角を作ります。一度に引き抜きます。でマーカーをつけます。鎖2つでまた三角、これで一周して、次はこの V、 次は長編み3つで細編み、これを繰り返していきます。しばらく繰り返していきます。側面を編んできました。長さは底から測って25センチ、模様の数を数えると1、2、3、4、それと最後は細編み2段にしています。これは使うときに多少伸びるので少し短めにしました。これぐらいで大丈夫だと思います。次はストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。まず底を見て整えます。で大体の脇にマーカーをつけます。
こっちにもマーカーをつけて細編みの数を数えます。こっちも数えて同じ長さにします。次にストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。私はこの中央を約 10.5 センチぐらい、脇は12センチ、こっちも同じ。細編みの数を数えると、このマーカーとマーカーの間が12、脇は15、こっちも15、こちら側も同じようにつけます。脇につけたマーカーは必要なくなります。今の状態を上から見てみます。ここが長い糸が出ているところ、ここが1つ目のマーカー、ここが2つ目のマーカー、3つ目、4つ目。まずこの糸の出ているところから1つ目のマーカーのところまで細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次もこのまま1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次は鎖。まず1つ目。1つ目にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここにつけます。表から見るとこんな感じになっています。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。この鎖はあまりきつくしないで編んでいきます。このまま作りたい長さまで鎖を編んでいきます。鎖編みを48センチ編んできました。鎖の数は62。これはお好みの長さにします。次はこの鎖編みを2つ目のマーカーのところにつなぎます。ねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。これを裏返して、この盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。表から見るとこんな感じ。で、この時はこっちが鎖、こっちが長い糸で、ここがつなぐところ、ねじれていないか確かめてから、手前から向こうに細編みをします。これで細編みができました。次も細編みをしていきます。で、反対側でも同じ。このマーカーのところに細編み、鎖で、このマーカーのところにつなぎます。で、また細編みをして、この1つ目の細編み、ここに引き抜きます。鎖1つ、また細編み、1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。1つ目のマーカーの手前まで来ました。ここではカーブを作ります。この鎖の出ている細編みの前後、ここから糸を出して、次はここからこのマーカーのついているところ、糸を出して一度に引き抜きます。まずここから糸を出して、次はこのマーカーのところ、糸を出して
一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつこの裏の糸が盛り上がっているところ、細編み、次も反対側の付け根まで細編みをします。一つ目のマーカーのところでマーカーをつけるのを忘れていました。引き抜いたところにマーカーをつけます。次は二つ目のマーカーのところ、ここでもまたカーブを作ります。次はここから糸を出して、ここから糸を出して一度に引き抜きます。まずマーカーのところ、糸を出します。次はここ、一度に引き抜きます。今引き抜いたところにマーカーで一つずつ反対側まで編んでいきます。反対側も同じです。ここから糸を出して、次はこのマーカーのところで一度に引き抜いてマーカーをつけます。細編みをして、ここから糸を出して、ここから糸を出して一度に引き抜きます。この一つ目の細編みの手前まで編んでいきます。鎖編みに細編みをしてきました。一つ目の細編みに引き抜きます。次は最後の周、細編みをします。鎖一つ。この細編みはここではなくて、この下に細編みをします。これで大きな細編み一つ。次も大きな細編み。ここではなくてこの下。次もこのまま一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。このマーカーの分をここにします。この分をここ、大きな細編みをします。次からストラップ、裏を見て、ここに鎖があって、この鎖の2本の糸の下、ここに細編みをします。これで大きな細編み。次も裏を見て、この鎖、次もここ、これを繰り返して反対側まで編んでいきます。反対側でもこのマーカーの分をここにします。で、反対側も同じ。この分をここにします。こっちも同じ。この分をここにします。これでスタートしたところまで編んでいきます。大きな細編みで一周しました。最後はとじ針で始末します。少し長めに残して切って、最後の細編みから糸を抜きます。
これが1つ目の細編み。1つ目の細編みの2本の糸の下、手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みの上から裏に出します。整えます。あとはほどけないように行ったり来たりして糸端を隠します。これで終わりです。これで出来上がりました。とても綺麗な模様になっています。サイズを測りました。縦が26、横が35、ストラップは54、使った糸の重さは 160g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。